今日は音楽生成 AI の頂点を争うスノとムレカの曲を比較してみるよ。音楽生成 AI はベンチマークのような能力を示す分かりやすい指標がない。だからどの音楽生成 AI が優秀なのか数字で明確に示すことはできないよ。ただ音楽生成 AI の性能を比較する投票制のサイトはいくつか存在する。例えばアーティフィシャルアナリシスというサイトではスノとムレカがほぼ2強。そして私個人の聞いた印象でも現在の最上位はこの2つだと思う。ただまあ音楽の好みは人によるので実際にどうかは聞いて判断してね。ムレカは最上位モデルが課金専用。スノと同じタイプの音楽生成 AI だよ。無料だと V7.5 オールが最上位モデル。課金すると V9.5 モデルまで使える。モデルの名前からしてわかる通りムレカはスノと似ている部分が多い。ムレカスタジオの UI とかすごいよ。あまりにも似ていて笑っちゃった。 UI が似ているからスノユーザーなら使いやすい音楽生成 AI と言えるかな。今回の比較は当然最上位モデルでやるよ。スノ V5.5vs ムレカ V9.5 の真っ向勝負。プロンプトはいつもと同じように1単語あるいは2単語と短くする。それでどんな曲が生成されるかテーマごとに比較していってみよう。今回の動画では5種類のテーマで音楽を比較していってみようと思う。日本語ボーカル、ロック、EDM、日本音楽、クラシックの5種類。20分以上の長い動画になるから興味のない部分は飛ばしてもいいよ。まずは日本語を自然に歌えるかそのテーマで性能を比較してみよう。日本語ボーカルの性能についてスノとムレカを比較してみたよ。音楽の好みは人それぞれだけど日本語の自然さは良い勝負かな。スノもムレカも日本語歌詞を読み間違えることはそれなりにある。でもミスなく歌い切れることの方が多い。スノもムレカも日本語対応力は高いよ。次の比較に入る前にここで一つとても大事なことを伝えておくよ。実はスノとムレカが出力する曲は音量に大きな差があるんだ。先ほど作ったポップロックの曲データの
ラウドネスを分析するとこうなる。まあでもこの数値だけを見ても音楽に詳しくない人はよくわからないかな。スタジオに読み込ませて波形にしたよ。波形の太さが全然違うのがよくわかるね。この音量差はかなり大きくてこのまま聴き比べることはできない。だから今回の動画ではマイナス14ラフスを超える曲はマイナス14ラフスまで音量を落とす。この処理は YouTube や Spotify でも使われるよくある音量処理の方法だね。つまりこの動画のムレカの曲は本来のデータより音量がかなり低い。実際にムレカで生成した曲を聴くともっと音量が大きく聞こえるはずだよ。基本的に人は音量が大きい曲ほど良い曲だと錯覚してしまうことが多い。だから実際にムレカで曲を聴いたらこの動画よりもっと良いと思うかもね。今回の条件はムレカ側にとってはちょっと不利な条件の比較ではある。ただそれでもいい勝負になるだろうと私は思ったから音量は統一させたよ。それじゃ次は音量が重要な音楽であるロック系の曲を比較していってみようか。音量を統一しないとロック系や EDM 系は音量が高い方が圧倒的有利になるので音楽の比較の時は音量を統一するというのがまあ一般的な対応だと思う。どっちが正解なの？心はまだ二択のままね。どっちが正解なの？心はまだ二択のまま好きの数だけ困ってる。ね、どっちが正解なの？心はまだ二択のまま好きの数だけ困ってる。ね、どっちが正解なの？心はまだ二択のまま好きの数だけ困ってる。わがままな音の未来へ。ロック系の音楽ジャンルでスノとムレカを比較してみたよ。スノとムレカは見た目もそうだけど性能もかなり似ていると思う。プロンプトの効果も似ているからスノのような感覚で使えるね。次のテーマは EDM。 これはインスト曲で比較してみようか。
EDM 系の音楽ジャンルでスノとムレカを比較してみたよ。スノとムレカは複数のプロンプトを混ぜた時の挙動は少し異なると思う。先ほどのダブステップ、バイオリンの曲が分かりやすい例になるかな。スノはダブステップとバイオリンを単純に足したような曲になったね。一方でムレカはいろいろな要素を足してクラシックプラス EDM 風の曲を作った。ムレカはプロンプトを足した後に類似したジャンルに近づける挙動をする。これは長所でも短所でもあるけど、私の印象としては短所の方が目立った。入れたかった要素が消えたり不要な要素が混入することが多かったよ。先ほどの例ではムレカでも比較的自然に混ざった曲を紹介したけど、うまくいかないことも多かったよ。これは補足として伝えておくね。それじゃ次の比較に進もうか。次のテーマは日本音楽だよ。日本由来の音楽ジャンル5種類。これで両方の曲を比較してみよう。心はまだ二択のまま、好きの数だけ困ってる。場所みたいに笑う。あなたの声はドキドキで知らない街へ連れて。ねえどっちが正解なの。心はまだ二択のまま、好きの数だけ困ってる。わがままな音のみ。ねえどっちが正解なの。心はまだ二択のまま、好きの数だけ困ってる。わがままな音の未来へ。ねえどっちが正解なの。心はまだ二択のまま、好きの数だけ困ってる。わがままな音の未来。ねえどっちが正解なの。心はまだ二択のまま、好きの数だけ困ってる。わがままな音の未来へ。ねえどっちが正解なの。心はまだ二択のまま、好きの数だけ困ってる。わがままな音の未来へ。どっちが正解なの。心はまだ二択のまま、好きの数だけ困ってる。わがままな音の未来へ。日本由来の音楽ジャンルでスノとムレカを比較してみたよ。この比較は両者の差が大きかったからかなり好みが分かれそうだと思う。最後のテーマはクラシック。ここでまたちょっと仕様の話をするよ。現在のスノはアーティスト名をプロンプトとして入力することはできない。これは著作権などの権利的問題がない。クラシック作曲家にも適用されるよ。例えばフレデリック・ショパンと入れるとこのような警告が表示される。一方でムレカはアーティスト名を自由にプロンプトとして入れられるよ。これはクラシック作曲家に限らず現代のアーティスト名でも普通に入る。それはそれでどうなんだと思うけど、まあともかくそんな仕様になってるよ。だからムレカでクラシックを作るときは作曲者名を使うのが結構有力な選択肢。一方でスノはそれができないから同じ条件で比較するのは難しいね。
今回の動画ではムレカはクラシック作曲家の名前を使う。スノは作曲者名の代わりに似た曲を作れるプロンプトを入れる。この条件で比較してみることにするよ。それじゃ実際に聞いてみようか。クラシックの音楽ジャンルでスノとムレカを比較してみたよ。アーティスト名をプロンプトにしてもその人らしい曲になるとは限らない。でも全然違う曲になることもない。悪くない効果ではあると思うよ。ちなみに先ほど使った作曲家のうちジョン・ケージはまだ著作権がある人物。著作権が切れているかを調べるのはまあ結構大変な作業になるので、アーティスト名は一律禁止にするという方針もまあ納得はできるね。ただユーザー側からしてみると自由に入力できた方が便利かな。現在でも著作権がある人物の名前をプロンプトに使うことはダメではない。そのプロンプトで似た曲が生成されたらそこで初めて著作権の問題が出てくるんだ。だからプロンプトに名前を使えることが法的にすぐ問題になるわけではないよ。長い時間スノとムレカを比較したけどこれでようやく全曲の紹介が終わったよ。スノとムレカどちらが勝ったのか、それは人によって答えが異なるだろうね。音楽に優劣はなく好みの問題だから私もどちらが上なのか判断はしないよ。ただ私の好みだけで感想を言うとこの動画内の曲ではムレカの方が好き。でもこの動画の内容以外も含めるとまだスノの方がいいかなとも思うね。この動画内では触れなかったけどムレカで気になる部分はいくつかある。まず同じメロディーが非常に出やすいね。スノ V5.5 以上に同じ展開になりやすい。次に3分を超えるような曲になると終盤がちょっと不安定になるかな。
そういう細かい問題が積み重なって総合するとスノの方が使いやすい感じ。ムレカもかなり安定性は高いんだけどね。今回の動画の曲はほぼ一発で生成したよ。スノもムレカも最上位モデルは課金プラン専用になっているので、両方を同時に使うのは考えにくいかな。片方を選んだら片方は使えなくなる。その時に慣れ親しんだスノを捨ててムレカを選ぶほどの性能差はなさそう。ただ仮に今後スノの性能が落ちる、そんな未来が訪れたとしたら、その時はムレカは乗り換え候補としてかなり有力な選択肢にはなるだろうね。ただここで注意しておきたいんだけど、ムレカの方の未来もちょっと怪しい。ムレカは現在のところ学習データに何を使っているか公表していないよ。 Google フローミュージックなどと比較するとムレカは法的にグレーに近い AI だね。そういうリスクがある AI だとは覚えておいた方がいいと思うよ。私個人の感想はこんな感じだよ。あとは個人の好みで判断してね。ムレカの動画は今回の動画以外にあと2本くらいは作成する予定だよ。私は今回の動画を作るためだけにムレカのプレミアに加入したので、プレミアのクレジットを使い切るまで何回か動画を作らせてもらうね。それじゃまたね。